ロビーボン様から製品の提供を受けて動画を作成しています。ご視聴ありがとうございます。今回はロビーボンの EDC ライトオーロラ A7 紹介したいと思います。キーリングにつけておいても邪魔にならないサイズのライトです。その上多機能なライトとなっています。全長 59mm、重量が 19g、樹脂のクリアボディにステンレスが特徴的な外観です。好みは分かれそうなデザインですね。高級感はないですが、よく見ると樹脂パーツは出来が良かったりして全開でチープな感じもなく、バリア気泡、引けなんかは全くありません。初めて見た時はこの外観かっこ悪めかなと思っていましたが、だんだん悪くないかなと思ってきています。クリップとマグネットベースが付属します。クリップはバネで本体に取り付ける感じ。どちらの向きにもつきますし、位置も3箇所から選べます。キャップのつばにつけてヘッドライト代わりになりますし、この部分にはマグネットが入っていますので、据え置く場合、設置箇所の選択肢が広がります。こちらのマグネットベースはお尻部分に小さな爪で取り付けます。これをつけますとライトを立てて据え置きが可能となります。どちらもしっかりとつきますが、他社の取り外し可能なクリップと比べますとちょっと柔らかく止まります。付け外しが容易な分、将来的に摩耗したりで外れやすくなったりということはありそうな印象。私は今現在どちらもつけておりませんが、この辺の機能を使用者が選択できるというのは良い部分だと感じています。操作インターフェースはボタンが1つのみ。単押しと長押しを組み合わせて操作をします。単押しが2回、ダブルクリックでメインライトが点灯します。長押しで消灯。点灯した状態で単押しをするたびに光量の調整となります。ムーンモードの 0.5 ルーメンからハイモードの650ルーメンまで4段階。このサイズで650ルーメンってすごいっすよね。一つ大きなサイズのライトと比較しても遜色のない明るさです。ただ、熱の問題かバッテリーを持たせるためか、点灯1分後に80ルーメンまで現行処理がされます。だいたいオンから30秒も経つとかなり光量は落ちてですね。しかし現行されても80ルーメンと、このサイズとしては立派な明るさ。3メートル先を確認する程度には問題なく使えます。消灯時の光量レベルはメモリされまして、次回起動時は同じ明るさで立ち上がります。メインライトはもう一つ操作方法がありまして、消灯からボタンを長押ししますと、押している間だけハイレベルで点灯します。パッと出してちょっと照らして確認なんて場合にはこっちの操作が簡単ですね。メインライトの色温度は5000、6500ケルビンの2種類がラインナップされています。左が5000、右が6500ケルビン。比べると5000ケルビンは雑味がないですね。映像からうまくお伝えできるか分かりませんが、暖色というよりは自然な色味という感じ。色の把握、確認には5000が使いやすく思います。対して6500はわずかに黄色っぽいというか人工的な要素を感じるっすね。ただその分明るさはあります。5000と比べてワンランク上って感じ。明るさを求めるなら6500、色の自然さとか目の疲れなさを求めるなら5000ケルビンが良さそう。ただそんなに大きくは違わないです。色味については好みが支配するところ大きいかと思いますから、わずかに黄色っぽいのを許容できるかどうかで選んで良いかと思います。もう一つの機能としてサイドライトを持ちます。ボタンを3回クリックで白色、ローで点灯がスタート。メインライトと違いぼんやりとした拡散光となってまして、ランタン的な光り方ですね。光量はローとハイの2種類、加えてストロボモードが備わります。再度点灯状態でボタンをクリックすることでモードが切り替わっていく仕様です。ストロボはビーコンとしてとても目立つ光り方をしてくれます。ボタン4クリックで UV ライトが点灯します。樹脂を固めるのに使ったり、あとは蛍光剤の入ったオイルに当てるとはっきりと光ってくれますので、どこからオイルが漏れているか見つけるのに役立ちます。最近私のバイクがオイル漏れているのかどうなのか、よくわからない状況になりまして、出先でオイル出ているか確認にこのライトが便利に使うことができました。
またこの A7 の特徴として UV ライトを利用してボディの樹脂部分が蓄光します。こんな具合にブラックライトを点灯した後、ライトを消しても本体がその存在を示してくれます。だいたい30秒ほど点灯して2分くらいはぼんやりと明るい感じ。真っ暗な場所では3分くらいならライトの場所を把握することができる程度の光は放ちます。個人的には使わない機能ではありますが、これは面白いなと感じたっすね。充電は USB の Type-C で行います。入力は 5V0.35A とちょっとゆっくりめ。ただバッテリーも小さめ 330mAh ですから1時間で満充電となります。充電中は LED がお知らせ。呼吸するみたいに青くかっこよく光ります。完了しますと緑点灯。充電中も点灯が可能です。メインライトは制御がちょっと変わりまして、ムーンとローかな2レベルのみ。サイドライトは変わらずそのまま使うことができます。残量警告 LED はちょっと離れてボタンの下。バッテリー電圧が 3V 以下になると赤色 LED で充電時期をお知らせしてくれます。使ってみた感想として、想像していた以上に便利なライトでした。メインライトの光り方は私の好みにマッチしています。このサイズとしてはかなりの明るさですが、背が明るすぎず使い切れるのが気に入っています。日常生活で鍵穴を探したり、機械のメンテではミドルレベルで使っていることが多く、3メートル先をパッと見たいときはモーメンタリーオンしてハイレベルで使ってるっすね。それからサイドライトが便利です。このサイズのライトって機能はシンプルなほど良いと思っていましたが、この A7 を使ってみて小型でも扱いきれる多機能というのはただただ便利なものだと思い始めたっすね。ローで使って手元照らすにちょうど良い明るさで、照明を消した部屋で机の上を照らしたり書き物するのに使ったり、同じ部屋で寝ている人を起こさず使えるライトとして便利に使っています。6.5 時間もの長時間点灯も素敵。EDC としても良いですし、常備灯とまで言わないですけど、生活の中での暗闇に備えるライトとしても使いやすく、気に入っているライトとなってるっすね。操作についてはたまに面倒に思うことはあります。クリック数で分かれてますので、覚えるのはそこまで苦にならなかったのですが、単純押す回数が多いのでちょっとだるいっすね。メインライトは1回押せばオンオフできる仕様が良かったと感じてます。また、特にロック機能についてはほとんど使っていません。さすがにボタン5連でクリックは面倒に感じます。ただ、ポッケ入れてて勝手についちゃったことも何度か経験はしていまして、ロックモードの操作方法については改善を願う部分です。それから、メインライト使用中にライトの光量を変えようとしてボタンを素早く3クリックしたところ、サイドライトが点灯しちゃいまして、ムムっとなったこともありました。これら操作ルールについては覚えやすいのですが不満も感じています。後の使っていての不満としては、操作ボタンの押し心地のチープさと、それからバッテリー警告灯が出てからの電池切れまでの速さくらい。操作ボタンはストローク短いのに遊びが大きくかっちり感がありません。最後はカチッとしているのに最初がふにゃる操作感。このボタン、耐久性もちょっと心配になってしまいます。バッテリーの警告 LED については、点灯してからすぐにライトが使えなくなってしまいます。メインライトをミドルレベルで使っている場合、多分3分も使えないです。もう少し早い段階でお知らせをしてくれると助かります。最後に不満ってほどでもない話ですが、ロビー本のライトはシリーズごとの違いが分かりにくいんです。オーロラ A 何々という感じでナンバリングされていきますが、それぞれ大きく違わないんです。で、その違いが販売ページの説明から読み取りにくいです。シリーズごとの特徴を分かりやすくまとめたページがあったら良いなと感じました。ロビー本のライト A7。ガジェット的な面白さを感じるのに実用面でも良い印象を持ったライトです。最初は側のチープさからいまいち肯定的ではなかったのですが、使っていくうちにかなりのお気に入りとなりました。メインライトを持っている方のバックアップや EDC として、またユニークなライトですから円数さんにおすすめです。現在 20% オフクーポンを振り出してもらっています。
概要欄にリンクを置きます。用途に合いそうでしたらお試しください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。せや。